端のクリエイター偉人伝。僕アドベンチャーゲームを集英社ゲームズでやる以上、一つその漫画家とか小説家とか、アニメ化とかっていうのができたらいいな、アドベンチャーゲームだったらそういうことが可能なんじゃないかと思ってアドベンチャーゲームをやらせてほしいっていう話をしてたんですよ。集英社って、大きい会社ですけどすごく風通しのいい会社というか、割とこう部署間でのこう交流みたいなのもちょこちょいあって、集英社ゲームズはこんなの作ってるらしいって言って興味あるで連絡が来たんですよ。まだデバッグしてる頃、もうちょっと最後ねシナリオもまだ変える前ぐらいに話が来たので、ヒットするかどうか分かんないものにリボン編集部は声をかけてくれたんですよ。だから僕らからするとヒットしなかったらもう全然漫画の方にも悪影響を及ぼす可能性もあるじゃないですか。だからそういう状態でもありますよって言ったんですけど、この題材面白いからそれやらせてくださいっていうことだったし、いやそこまで言っていただけるんだったらもう集英社で関係性も近いし、そこは本当に縁というか、その後小説家とかもそうですね、集英社の方が集英社ゲームズでこんなのやってて話聞きたいですっていう編集の人とかがいて、今回は素晴らしい、はい、売れるってこういうことやね売れるってこういうことやと思うわ。都市伝説解体センターって話の展開がどっちかというと少年漫画っぽいイメージがあったんですけど、なんで少女漫画の方だったのかなっていうのはずっと思ってました。これだからもう本当に僕らからすると完成もしてないから、完成するかもまだの状態で、担当してくださった漫画家先生ってベテラン先生なんですよ。そうですね。最初に本当にそうやって声をかけてくれたリボンの担当さんに感謝だし、そのおかげでリボンでっていう形になった感じですね。そうですね。なんかやっぱゲームの合間合間のところもやっぱ描かれていくから、ちょっと楽しみですね、そこも見るのが。キャラクターの線画って書いてるのはこれ女性のスタッフなんですよ。だからキャラクターの根幹って女性目線で書かれてるんですよ。でそれを男性のドッターさんがドットにしてるから、あんまりこう女性受け用の絵にはなってないんですよ。だけど女性目線のその首筋の綺麗さとか、そういうこうものがちょっと見え隠れしてるのが刺さってるんだなっていうのに、リボンの連載を見ながらちょっと思って、リボンでそれをもうブーストしてもらってるわけですよ。主人公のあざみちゃんが、男性ファンに受けたらいいよねって最初思ってたんですけど、世の中的にはもうゲームの男性キャラクターから浸透してったんですよ。そうですね。だから女性ファンが多かったんですよね。女性が欲しいその絵をその下絵のところで作ってる人がそこに残しててくれてるから、こういう反応が出たという、これは狙ったんじゃなくて僕は後から気づいた感じですね。そうですね。やっぱりそのセンター長がとっても今女性人気が高くて、高いですよね。やっぱこの襟が結構開いてる鎖骨だったり首筋だったりのセクシーさとミステリアスな雰囲気っていうのは結構やっぱ受けてるイメージありますね。都市伝説解体センターを世界で売りたいです。だから日本の都市伝説だけにしないでください。半分はワールドワイドで知られてる都市伝説を入れてほしい。確かに。でもう半分は世界では知られてないけど日本でこんなのがあるんだっていう風になってほしい。あとはね、ミステリーに対してどうやってそれをこうつなげていくかっていうところに悩んでもらったので、実は僕の方からこれを入れてくれとかこれはダメだってことは言わなかったんですよ。でも確かに今考えると結構やっぱりその世界的に知られてる範囲とその日本特有の例えばネット発祥のものだったりする範囲、確かに半々ぐらいありますね。一番難しかったのがユーマとか言われるネッシーとか、その都心にいると絶対浮いちゃうもの、例えば宇宙人的なものとか、ああいうものはこのミステリーを全部こう覆しちゃうんですよ。偽物的な感じがしすぎちゃって、でミステリーのリアリティを潰すものは結構入れれなかったっていうのは、彼らから最終的には報告がありましたね。開発中になんかちょっと怪奇現象的な都市伝説的なことはあったのかなっていうのはちょっと気になってます。墓場文庫は起きてほしいって言ってたんですけど
プロモーション的にもう絶対ネタになるから、そうですよね起きてほしいって言ってたんだけど、なかったです平和に平和だったんですねそれはなかったですね。神戸に僕が伺った際に、神戸で完成もしたんで、完成のお祝いとお礼も含めて向こうでちょっとお祓いみたいなのをしてもらって、彼らに何かこの後悪いことがないようにねみたいなことは一つこうイベント的に、はい、彼らと神戸が中心なので神戸でちょっとやりましたね。はい。作ってってる最中なので何とも言えないところまだあると思うんですけど、2つ多分僕らが今注力していることがあって、1つは作家性とか作品性とか、その作り手が見えるコンテンツみたいなものにすごくこだわってるっていうのはあるなと思うんですね。それはプロデューサーごとにこだわり方違うんですけど、後発で、数十人の規模の会社なので、トリプル A をたくさん作るみたいなことはできないわけですよ。個性があったり作家の顔が見えたりとか、作家にファンがつく、この作家の次回作は絶対買うって言ってくれるような、その面白さを僕らはやっぱりちょっと考えてるっていうところはありますかね。あともう一つはもう世界に出ていくっていうことがもう僕らのミッションだなと思ってて、ゲームって漫画やアニメより多分世界が近いんですよ。もう発売タイミングでワールドワイドに売れるじゃないですか。で、言葉のいらないものならもう世界中で遊んでもらえる。で、そこがあるので、日本のこの僕らに近しいところのクリエイターから世界に出ていくっていうのを僕らがパブリッシャーとしてやっていくっていうのがやっぱ未来に考えてることなので、実はうち今英語ネイティブだけじゃなくて中国語ネイティブもフランス語ネイティブもいるんですよ。今度現地行って中国語でメディア担当と交渉していく。強いですね。そういうことをやっぱして届けていくっていうのを僕たちで細やかにやろうっていうのはもう一つ集英社ゲームズの特徴かもしれないですね。その作家を出していこうっていうのはやっぱりその最初のメンバー4人とかでそうしようぜって決めたんですか？そうですね、はい。例えば墓場文庫というクリエイター集団の良さを残しながらしっかりと彼らのファンがいて次回作も彼らのものは買うって言ってほしいし、僕からすると彼らは次回作も林さんとやりたいって言ってもらえるように仕事をしていくっていうのを考えてる感じですかね。この10年20年でゲーム業界がやめていったやり方ですよね。そうですね。ロジカルに数字を中心に物事を判断していくっていうゲームも正直僕やってきてて分析っても散々やったんですけど、そうじゃないところに生まれる発想みたいなものもすごくあって、ソーシャルゲームとかでずっとこうすごくこう数字的な遊びにこう集約した反動みたいなものも返ってきてて、クリエイターのなんかその顔が見える感じみたいなものが今受け入れられる時代になってるんじゃないかなとちょっと思ってたりもします。ビジネス的な意味でも次やりやすかったりするのかなと思うんですね。そうですね、はい、あの人が作る第2弾みたいな。究極でそれを一番表現している人って小島監督かなと思ってて、まさにそうですね。僕も小島監督ファンなんですよ。はい、小島監督次作るものはすぐ買うし、そういうクリエイターがもっとこう若いとこが出てほしいじゃないですか。はい、僕がプロデューサーとして手助けをできたらっていうのは思いますし、世界に向けて日本からクリエイター出してるのは漫画とかアニメだけじゃないぜってやっぱゲームからも言ってほしいじゃないですか。いろいろ理由はあるんでしょうけど、逆に昔やってたメーカーも日本のなんでやらなくなったんやろなみたいなところはやっぱ難しいですね。いろいろ分かるんですけど、はい、もう大型ソーシャルゲームみたいなものっていうのはなかなかうちでたくさんやるみたいなことはできないとは思うんですけどね。でも集英社ゲームズさんらしいって感じしますね。やろうと思ってるけど失敗もしてこう繰り返していくうちに多分集英社ゲームズってそういうパブリッシャーだよねみたいな。でも色が1個つけばやった感はあるのかなとは思いますね。次回のクリエイター偉人伝は最後までご視聴いただきありがとうございました。バイキングチャンネルではゲームがもっと好きになる、そんな情報をたくさん発信していきます。